こんにちは、ゆうかです。今日は12星座の中でも7番目の星座、天秤座についてお話ししていきます。はい、ゆうかです。お元気でしょうか。今回は天秤座さんですね。で、この配信っていうか落とし穴シリーズの第2回目なんですけど、なんかね、もう毎回うまく喋ろうって思うけど、なんかいまいちで終わるっていうなんかそれの繰り返しって感じなんですけど、いつかねうまく喋れるようになったらいいなって思うんだけど、とりあえず今回は天秤座さんってことで、天秤座さんは9月23日から10月22日頃に太陽がある星座で、風ですね。また前回の双子座さんに引き続き風のエレメントですね。風のエレメントなんだけど、やっぱりコミュニケーションがすごく上手って言われている星座なんですね。ただ7ハウスに対応していて、だから7ハウスっていうと1対1のコミュニケーションみたいな感じの場所なんだけど、自分と旦那さんとか自分とお友達とか割と1対1でコミュニケーションするっていうような感じなんだけど、天秤座さんの優しさっていうのが結構今日話したいなと思うのが、やっぱり生きるためのスキルだったっていうことっていうか、もちろんそのバランスがもうやっぱり秀でていいっていうか基本的にみんなやっぱり自分が大事じゃないですか。自分してるっていうか、自分がどうかっていうことを基本的にはみんな考えてると思うんですよ。でも天秤座さんっていうと結構全体が見れたり、バランスを考えてちゃんと行動できたり、ちゃんと人を立てたりだとか、あの子はこうだからこういうふうにしようとかしてあげようとか、そういう観察力がものすごい高いわけですよね。でそしてその子のために何を言ってあげたらやっぱり響くんだろうかとか、すごく観察して、なんか欲しい言葉をあげたりだとか、なんか状況を判断して、動いていくっていうことができるわけですよね。自分中心っていうよりも人を見て、その状態でどう動くのがいいのかっていうのを観察して動くことができるっていう、そういうのにすごく長けてるわけですよね。でバランスがすごいいいから、ファッションセンスとかなんか色の組み合わせとかも、部屋の配置とかそういうのもバランスがいいから、基本的にはもうセンスが良くておしゃれな人もすごく多いんだけど、でも人間関係、人の観察する能力がすっごい高いから、基本的には優しいですよね。でどう答えるのがいいのかっていうのがすごく分かってるし、丁寧に対応できるっていうのがやっぱり天秤座さんなんだけど、でも今回は落とし穴っていうことにフォーカス、してるんで、そこで話していこうと思うんだけれども、やっぱりどうしてそうなったのかっていうふうに言うとやっぱりちょっとなんていうのかな、トラウマがある人もうすごく多くって、で基本的には全員がそうとは言わないけど、でもご両親だったり、特にお母さんですね、お母さんとの関係性においてすっごいトラウマがあったっていう人がすごく多くって、で基本的に第三チャクラとか、第三チャクラってなんていうんだろうな、私はこう思うっていう社会的なコミュニケーションのエネルギーで胃のところにあるんだけど、そういうところで幼少時代からお母さんとつながってて、それでお母さんの期待することは何なのかなっていうことを観察して、それを先回りして読んで動いたり、例えばお母さんがすっごい怒鳴るっていうのかな、ヒステリックみたいな感じで
怒鳴り散らしたりするから、だからそれを防衛本能でよく観察してて、じゃあどういうふうにしたら怒られないで済むのかなっていうのを観察とかしまくってたから、その結果人の心が分かるようになっちゃうみたいな、なんかこうお母さんの嫌がることをやらないようにしようっていう観察をしまくったら、結構こう人の心が読めて、その結果大人になって人の心が読めるから、気をすごく使えるようになっていくっていう、流れっていうのかな、を持ってる人は基本的に結構な割合で多かったりするんですよね。みんなとは言わないですけど、そういう、幼少期っていうのがあって、もしかしたら過去性ってものなのかもしれないけどがあって、だからすっごくやっぱり基本的にはだから恐怖が原因で人に気を使えるようになっているっていう感じなんですよね。だから本当の意味でさ、いい意味でなんか人に気を使えるっていうのはすっごい美しいことだし、もしそれができるんであればね、本当に素晴らしいと思うんだけど、でも基本的に天秤座さんっていうのはそういうちょっとトラウマ出身の方が多いので、だから自己犠牲になっちゃうっていうか、自分をこう抑えてまでも人の気持ちを察してそれをやってしまう、助けてしまったり手を差し伸べてしまうみたいな。だから天秤で自分のバランスが50、相手が50みたいな、50-50みたいな半々だったら本当に素晴らしいと思っていうか、こうストレートにいけてるんであれば、もう本当にグループに一人は絶対天秤座さんは欲しいっていう感じだと思うんだけど、基本的にちょっと自分を我慢してグループのために何て言うんでしょうね、いるっていうか、みんなのために何も言わないで様子を伺ってグループのために何がいいかちょっと自己犠牲になってやるっていう人も結構多いと思うんですよ。だから天秤座さんは基本的にもうちょっと自分軸に戻した方がいいのかなって思うんですよね。人の観察はもう絶対的にできると思われるから、だからこれは他人軸すぎるなって自分の中で思ってたら、ちょっとこう自分はどうしたいのかっていう方にセンターを置いて、そしてちょっとなんていうの、大変だなとか疲れるなと思ったら断ったりだとかで、周りがそう期待してるっていうのもきっと分かるから、でもその期待にはもう乗らないで、ちょっと私はそれできないと思うからってこう切ったりだとか、要はさ、お母さんの期待に応えることで愛をもらったわけじゃん。そのトラウマっていう意味では、幼少期にはこの親とかお母さんとかがその期待に応えることで自分の命を救ってたわけじゃない。それによって愛をもらえたり、自分がいい子であるっていうことを証明してたりしてたわけじゃない。だから変にこう他人に対して合わせなきゃっていう、なんかちょっと多分潜在的な強迫観念っていうのかながあったりする人も多いと思うんですよ。本当に全員とは言わないですけど、落とし穴っていう意味でね。だからその辺にもうすごく気をつけて天秤座さんはいただきたいなと思います。もう一個ちょっと言いたかったのが、全員が全員こうバランスが取れてるってわけじゃなくて、結局その太陽星座っていうのはそれができないから自分の太陽星座が天秤座になるっていう場合もあるんですよ。だから意外と天秤座さんなのにすっごい自分してるっていう方もおそらくいて、でもその場合っていうのはそのバランスを取るために、バランスを勉強するために生まれてきてるから、だからどうしても自分してしまう。でも天秤座なんだっていう方はどっちかっていうとこうバランスをこう大事にした方が、人生はうまくいきやすいのかなっていうふうには思いますね。
はい、じゃあこんな感じで、天秤座でした。次回をお楽しみに。ゆうかでした。